こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代、ジュレさんの質問です。高1です。中3から絵を描き始めて、ある程度の顔や頭身は描けるようになりましたが、それも自分のオリキャラのみです。これって絵が上手いと言えるのでしょうか？他の絵も描けないと絵が上手いにはなりませんよね。それとどの資料を見てもやはりラフを描きなさいというのが共通点なので、真似して描いてみてもいまいちラフの描き方がわかりません。もしよければ教えてください。長文失礼しました。ジュレさん、ご質問ありがとうございます。まずですね、僕の率直な感想なんですが、ジュレさんが目指しているのはどこなのかなっていうのが感想ですね。質問文からすると、絵が上手いと周囲の人から思われることが目標なんだと思うんですが、はい。それだけに限定してお話をするなら、いわゆるハンコ絵をうまく描けるようになるっていうのがいいと思います。ハンコ絵っていうのは要するに、ハンでついたように同じ絵のこと。手癖でね、描ける絵のことですね。そういったハンコ絵を何度も描いて手に染みつかせて、手癖でね、綺麗に描けるようになれば、周囲の人から、絵うまいねと称賛の声をもらえるようになると思います。ただね、ここでジュレさんがもう少し野心的な人の場合には、さらにもう一歩先を目指すことができます。例えばですね、ジュレさんがオリジナルキャラクターの漫画が描きたいと思ったり、あるいは LINE スタンプやオリジナルグッズを作って販売したいと思ったり、そうするとね、一枚絵だけじゃなくて、いろいろなパターンの絵が必要になりますよね。漫画の場合には、キャラクターの心の動きや会話の流れによって、様々な角度や表情が描ける必要がありますし、LINE スタンプでも送るメッセージによって、いろいろな顔をしているキャラクターの絵が欲しいところです。はい。じゃあそれ、ジュレさんにね、ペンをあげるので、一発で描いてみてください。はい、どうぞ。はい。どうですか？描けますか？はい。わざとね、無茶を言いました。相当ね、慣れていても、一発でいろいろな角度、いろいろな表情を描くのは難しいと思います。そこで必要なのが、ジュレさんが言っているラフです。ペンでね、一発では描けないから、一旦鉛筆とかでね、こういう表情どうかな？こんな角度だったらどうだろう？ってね、試行錯誤してみる。それが、ラフって言うんですね。もしかしたらね、ジュレさんが見た資料には、上手なラフが載っていたかもしれません。ジュレさんはね、それを見て、絵が上手いって思われるには、上手なラフを描かなきゃいけないんだって思ったかもしれませんが、いいえ、それはね、ちょっとずれてるんです。ラフは別に上手くなくていいです。っていうかね、もっと言うと、ラフはね、もう下手くそで全然いいんです。いろいろな角度、いろいろな表情、ちょっと一発じゃ描ききれない。そんな時に、難しい絵を描くための下準備がラフなんですね。はい。じゃあ、ジュレさん、頑張って、いろいろな角度、いろいろな表情のオリジナルキャラクターが描けました。もうジュレさんね、頑張って40個ほどキャラクター描いたので、もうね、それついでに LINE スタンプにして、販売も開始しちゃいました。周囲の友達にもすごく好評です。ジュレちゃんすごい！うまいんだね。素敵。はい。ただね、その一方で、ジュレさんの弟くんだけがちょっとムスッとしています。弟くんはね、僕の妄想なので、いなかったらごめんなさいね。お姉ちゃんがジュレさんなので、同じ木つながりで、弟くんはね、並木くんとかかな。はい。弟の並木くんがね、お姉ちゃんに言います。お姉ちゃんのスタンプ僕も使いたいんだけど、でもお友達に送るキャラクターが女の子だとちょっと恥ずかしいよ。ねえ、男の子のキャラクターも書いて。はい。並木くん、空気読めません。っていうかね、10代で LINE スタンプのやりとりあるかどうかわからないんですが、そこはね、置いといて、もうね、可愛い弟くんにせっつかれたら、ジュレお姉ちゃん、頑張るしかありません。男の子のキャラクターなんて書いたことないしな。自分の好みじゃよくわかんないし、並木の好きな感じで言うと、戦隊もののヒーローとか、あとはジャンプの主人公のキャラクターとか、わかりやすくかっこいい系だよね。オリジナルキャラクターだと書いたことないけど、カリ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 。もう全然違う。もっと目力はこう、力強い感じ。カリ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 。多分こんな感じだわ。よし、できた。はい、ジュレお姉ちゃん。なんとか可愛い弟くんのために LINE スタンプ書き上げました。うわー、お姉ちゃんありがとう。これ、毎日使うね。はい、ジュレお姉ちゃん頑張りましたね。まさに、これ、
これです。これがね、いろんなキャラクターが描けるようになるってことです。絵が上手いと人から思われたいというスタート地点から考えると、意外とですね、ハンコ絵の範疇から抜け出せません。だってね、ハンコ絵だけを綺麗に描けるようになれば、人からね、上手いって思われるなんて意外と簡単なんですよ。もちろんね、そこでジュレさんが満足できれば、絵はそこで立ち止まっても全然 OK です。でもね、もしその先に行きたかったら、今言ったことを参考にしてみてください。特にね、弟くんに描いた創作キャラは、もしかしたらね、ジュレさんからしたら、ちょっといまいちだったなって思っていたとしても、もう弟くんにとったらね、うわ、このキャラクター最高、お姉ちゃんめちゃめちゃ絵うまいねえ、僕のお姉ちゃんめちゃめちゃ絵うまいんだよって周りに自慢しているかもしれません。ジュレさんはね、その時は絵がうまいと思われたいとは思わずに、ただ単に弟くんを喜ばせたいと思って生み出した絵だったにもかかわらずです。参考にしてみてくださいね。はい、次の質問です。20代、ミスター K さんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。僕はこれからイラストレーターになりたいと絵を描いている20代後半の社会人です。そこで質問なのですが、絵を投稿するなら、これまでは X が一番良いなと思っていましたが、アルゴリズムが変わり、以前と比べてイラストが伸びにくくなったと聞き、それならば、今からイラストレーターをゼロから目指すのであれば、どの媒体から始めるのが最適なのか、ぜひ先生の目線からお聞きしたいです。いつも動画を心からありがたく拝聴させていただいております。登録者100万人応援しています。とのことです。はい、ミスター K さん、ご質問ありがとうございます。SNS がね、当たり前になった今、こういう質問結構来ます。僕自身ね、SNS で絵を宣伝したり、活動を広めていくのはすごく大事だよ、とお伝えしている身なので、これから言うことを聞いたらね、お前どの口がそれ言うんだよ、と突っ込まれてしまうかもしれませんが、あえて言います。大事なのは、アルゴリズムではありません。どの媒体で始めるのかが有利かも関係ありません。そこは本質じゃないんですってことですね。はい。詳しく言います。じゃあ仮にですね、X のアルゴリズムをあなたがハッキングできたとしましょう。で、これもまた家庭の話なんですが、あなたは絵がめちゃくちゃ下手です。はい。家庭ですからね。あくまで家庭なので我慢して聞いてくださいね。はい、もうめちゃくちゃ下手。もう何の魅力もありません。もうはっきり言ってうんこです。はい、すいません。家庭なんでね。家庭です。でね、その全く魅力のないうんこを、あなたはもう完璧に X のアルゴリズムを掌握できているので、インプレッションガンガン増やせます。もうどんどん世の中に広められたとしましょう。もう老いも若きも男も女も、老若男女関係なく、X を開くと、あなたのうんこが表示されるようになりました。もう開いてもうんこ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 。もうあなたのうんこの絵を見ない日はありません。さあ、そんな時、あなたは思い描いたような人気絵師になれてますかって話です。世の中ね、何が起きるか分かりませんから、もしかしたらね、なんかの偶然が重なって、話題の人には慣れているかもしれません。でもね、それも一時のことでしょう。絵やあなたの生み出すコンテンツに魅力がなければ、どんなにね、アルゴリズムを乗っ取って、インプレッションを増やせたとしても、おそらくね、人々の興味は、すぐにあなたから離れていってしまうと思います。はい。大げさな例え話をしましたが、アルゴリズムによって得られる効果っていうのは、要するに、それだけのことです。SNS 運用が当たり前になった昨今、アルゴリズム大事、分析しようという言葉を多く聞くようになりましたが、それはそれでね、確かに大事なところもありますが、まずはそれよりも大事なのが、根っこの根っこ。もっと手前の段階です。プロを目指すのであれば、あなたはどんな商品で誰を楽しませるような絵を描きたいですか？そしてその絵を多くの人に届けたいのであれば、どんな媒体があなたの表現との相性がいいですか？どれがアルゴリズム的に最適かとか有利かとかは一旦置いといて、まずはあなたが作るものとそれを届ける人のことのみ集中してみてください。アルゴリズムにね、振り回されてしまうと短期的には伸びるかもしれませんが、長期的には自分を見失ってしまう落とし穴にはまってしまう危険性があるということにだけ気をつけてみてくださいね。頑張って応援しています。はい、次の質問です。20代、カタツムリさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画を楽しく拝見しております。私は3ヶ月上達法を試したいと思っているのですが、少し思いとどまってしまうことがありまして、私には好きな絵描きのフォロワーさんがいたのですが、その方も斉藤直樹先生の動画を見て、最近は3ヶ月上達法で練習されています。私はそのフォロワーさんの独特の少し癖のある描き方が大好きだったのですが、3ヶ月上達法でとある有名
絵師さんの真似を続けられていたからか、元の絵柄がなくなるまで、その絵師さんのまんまコピーのようになってしまったのです。私は一人で勝手にショックを受けてしまいました。その方の元の絵柄が好きで、よく交流させていただいていたのですが、全く個性や魅力を感じられなくなってしまい、心からいいねもリツイートもできなくなり、リツイート後頻繁に感想を言い合えていたのも、今は何を言うか迷うことが多くなり、少しストレスになってしまいました。でもその結果、フォロワーさんは以前よりも評価が得られるようになり、幸せそうです。もちろん本人が幸せなら、それが一番だというのも私は理解しています。でも私も実践したらこのようになってしまうんだろうかと心配になっています。正直に言ってしまうと、そうなりたくはありません。でも練習はしたいです。どうすればいいでしょうか？はい、カタツムリさん、ご質問ありがとうございます。はい、そのフォロワーさんはね、すごく勇気がある方だなと思いました。そしてね、そのフォロワーさんの変化に違和感を抱きつつも、自分にとって3ヶ月上達法は必要なのか、そうでないのか、しっかりと見極めようとしているカタツムリさんも素晴らしいと思います。はい、ここでですね、改めてもう一度念押ししておく必要があるのは、3ヶ月上達法は劇薬だということです。もう誰に対してもね、カジュアルにおすすめできるようなタイプの上達法ではなくて、もう本気の本気でね、上手くなる必要がある、そういう人のための練習法なんです。それは3ヶ月上達法で得られる、ものすごい量の経験値、ものすごい量の上達幅と引き換えに、一方でね、ものすごいデメリットが発生するからなんですよ。意味軸も、そのデメリットの一つを、カタツムリさんが身をもって感じていらっしゃるので、その点について着目しつつ、3ヶ月上達法について改めてお話ししてみます。まずですね、3ヶ月上達法がどんな上達法なのか、一言で言うと、手張りの手を徹底して取り組もうっていう練習法です。そのあたりはこちらの動画。絵が古い人は〇〇〇ができていません。3ヶ月上達法の先にあるもので解説しているので、そちらを見てほしいんですが、要するにですね、手張りの手の考え方に基づいて、師匠の流派の教え、型、技を忠実に守り、確実にそれを身につける段階に今一度立ち返ってみようという方法なわけです。これだけ聞くとね、別に問題ないように思うかもしれませんが、それの何が問題なのかっていうと、別にね、SNS 運用とか積極的にしていなかったら、これね、何の問題もないんですよ。でもね、SNS を使って今やっていることを声高に外に対してアピールしてしまうと、それを理解してくれる人だけじゃないですよってことなんです。はい。なぜかっていうと、この練習法は師の教えを忠実に守るというところがポイントで、その要するにですね、平たく言うと、師匠の猿真似をするような状態になるっていうことを意味しているからです。カタツムリさんのフォロワーさんのように、それまで確立したオリジナリティがあって、それを周りのフォロワーさんにも認知されていて、評価を受けている人がね、もしある日突然そんな変化を遂げてしまったら、うわ、あいつ急に真似し始めやがった。ダッサ。と思われる危険性があるってことです。実際ね、カタツムリさんも、そこまで辛辣には思っていないかもしれませんが、それに近いようなことを感じたのではないでしょうか。でもこれはですね、誰よりも実践している本人が考え抜いてのことだと思うんですよね。いや、むしろめちゃくちゃ悩んだと思います。だってね、周囲にそう思われていることは本人が一番感じますからね。でも今まで得た小さな功績よりも、これから手にできるかもしれない大きな成功を掴むために、多分そのフォロワーさんはフォロワーさんでめちゃくちゃ悩んでいる真っ最中だと思いますよ。3ヶ月上達法はもちろんね、練習そのものが厳しいっていうこともありますけど、今言った意味でも非常に劇薬なんです。自分のオリジナリティを一旦かなぐり捨てて学ぶ姿勢に全振りするっていうのがこの練習法の肝だからです。そういった姿をね、周りに見られると、カタツムリさんがそう思ったように、うわー、あの人前の方が良かったんじゃないのと思われてしまう瞬間もあると思いますし、人によっては一番そこがこの練習法の辛いところかもしれません。ただね、一時の痛々しさはあるかもしれないけど、このフォロワーさんはその一時の痛々しさは一旦受け入れて、その次の段階まで見据えて茨の道を進んでいるんだと僕は想像します。おそらくね、多くの人にとって前の個性がある絵の方が良かったのにこんな風になりたくないなと人から思われたくはない
でしょう。やり方にもよりますが、3ヶ月上達法は誰かに実践している姿を見せるのであれば、そう思われる可能性がある練習法です。その分ね、得られるものもめちゃくちゃあるんですけどね。なのでもしカタツムリさんが人からのそういうマイナス評価を避けたいのであれば、実践している姿を外にアピールしないか、もしくはこの練習法自体やめた方がいいと思います。そこまでね、近道をせずとも、オリジナリティを大事に育みながら、徐々に上手くなっていくやり方だってあります。無理をせずに、ご自分に合った練習法を選んでみてくださいね。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回の動画を見て3ヶ月上達法ちょっと怖いけどでも興味あると思ったら書籍版でもまとまっております。基本のやり方と挑戦者のビフォーアフターがまとまっている黒本。そしてチャレンジをしてみて初めてどんどん湧いてくる疑問点への解説と挑戦者のビフォーアフターがさらに多く見られる赤本があります。それぞれ URL を載せておきますので気になった方はぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。